よいしょ。おはようございます。なごみ池です。久々のキッチンですね。1年半ぶりくらいになりますかね。食器洗いしながら、いろいろと喋るという動画を撮りたいと思っているんですが、我が家ですね、もう食器をほぼ洗ってないんですよ。食洗機をね導入しまして、これベストバイとかでも紹介した通りなんですが、なんとかそれに代わるものはないかということで、今回はですね、こちら餃子の種です。最近料理をすることが多いので、今日はこの餃子を包みながらお届けしようと思います。行くとこまで行きましたね。本当にこれでいいのか、まあいっか。結局ね、これ系の動画を撮るかっていうのは話すネタがあるかどうかにもう完全に依存するんですよ。ここ最近なかったっていうねことではあるんですが、よいしょ、こんな感じ。多いなちょっと。今日はね話したいネタがあるんですよ。もうそれがAI なんです。本当に僕ね、もう最近の趣味何ですかって言われたら、マナスを触ることですと答えてます。皆さん触りましたか？マナスとか、クロードでも何でもいいんですけど、最近の AI、 僕が特に感動してるのがマナスのマイコンピューターっていう機能なんです。でこれ別にマナスに限らず、もうここ数日でいろんなとこから出てて、クロードとか、あと NVIDIA とかね、そこら辺からも出てます。正式名称はまだないんですけど、デスクトップエージェントみたいな感じの商品サービス、これねぜひ皆さんちょっと触ってみてください。まだの方、これねすごいです。本当に個人的な分類ではこう AI のなんか3段階目くらいの波で、1個目があれですよね、いわゆるチャット GPT とかジェミニみたいな、チャット型のこう会話ツールです。あの時点でめちゃくちゃ便利でありましたよね。使い始めたのはだいたい2年ぐらい前かな、1年半ぐらい前。基本的にはこう一問一答で何かこう聞いたら答えてくれる、こうなんだろう、相談相手とか、あとはなんか下書き作ってくれるみたいな感覚ですよね。そういう AI ですと。で2段階目で言うと、AI エージェントみたいなものですよね。ディープリサーチとかも割とそうですけど、マナスとか自分で探索して自発的にこう行動してくれるっていうような、AI エージェントですよね。でこの本当に先週今週くらいでついにこう来た感じのあるデスクトップエージェントですよね。 AI エージェントが持ってる自律的にこう行動しますみたいなのを、もうパソコンのいろんなフォルダとかアプリにアクセスしながら行えるというようなものですね。今までの AI エージェントが、サンドボックスっていういわゆるこんなバーチャルの作業空間で作業してたのに対して、完全に僕のパソコンをこう使って仕事をしてくれるようになりました。本当にね、なんか完全にこうやって世界って変わっていくんだみたいな、なんか一歩が着実に大きくなっている感じを自分の肌で体感してます。ぜひ、使い方は本当に単純で、もうやれることが圧倒的に増えたっていう感じなんですよ。僕の場合はマナスを使っているので、使っていいフォルダをね最初に指定しておいて、でここのファイルにアクセスして、なんかやってみたいな、処理でもいいんですけど、もっと単純に、例えばこれ動画編集してくんないみたいなの聞くんですよ。そうするともう勝手に考えて勝手に動き始める。でいろんな許可を求め始めて、ポチポチ許可しておくと、できることできないことをやってみて判断する。本当にね、人間に頼んでる感じと言っていいんじゃないかな。全部できるわけではないんだけど、結構頑張ってくれますね。僕が直近やってもらったこととかで言うと、LINE も別に返そうと思えば返せるし時間かかるけど、今までのクロードコードとかでもやってたアプリの開発もこっちにもう巻き取らしたんですよ。そうするともう実装まで全部やってくれるんで、ここちょっと気に食わないから改善しといてっつったらやりますって言って、数分後にできましたみたいな状態にはもうなってる。今までってこうターミナルっていう、なんて言うんだろうな、機械が動かせる範囲でしか MacBook とかパソコンの状況を判断できなかったんですけど、それをスクリーンショットベースでやれるんですよ。今パソコンの中で LINE が開いてますね。この LINE のこのトークにアクセスします。押しました。出ました。ここの会話の履歴を見ます。こんな感じですね。そしたらこうやって返信してみますみたいなのをもう勝手に考えるし、スクリーンショット、本当にだから自分が目で見てるような感覚で画面を見てくれる。圧倒的にこう活動領域が広がった感じがありますね。マナスの、どれだけどう活用できるかっていうのは
逐一ご報告したいなと思いつつ、今作ってるので言うと、さっき言ったタスク管理と、あと YouTube のね動画の編集も任せたかったんですけど、やっぱそこはちょっと限界もあったので、僕の編集を楽にしてくれるようななんだろう、ウェブアプリみたいなものを作ってます。てかもうほぼ完成しましたね。素材を取り込んだら、それの字幕ファイルを作って、無音区間を切って、で編集アプリ上に乗っけて、でなんか気がついたらもうあとは編集し始めるだけみたいな。で動画も完成したら、その完成した動画と字幕ファイル渡せば YouTube にアップして、で細かな整備とか設定とかも全部勝手にして、で公開予約までしてくれるっていうところですね。僕が向き合いたかったのが動画作りだった一方で、それ以外の作業がちょっとね面倒くさく感じるところもあったんですけど、そこをねどんどん巻き取ってくれて、企画とか動画作りみたいなところに集中できる感じはありますね。ただある種全部できるんですけど、複雑な作業は当然お金がかかるんですよ。クレジット制なので、言ってしまえば使えば使うほどお金がかかる状態で、今月僕多分今ガシガシ使ってたら6万ぐらいいっちゃってたんですよね。からちょっとねこれ考えなきゃいけないなと思うし、結局そのアプリ化しなきゃいけない、なんかこうルールを作って動かさないと、完全に自由にやらせてるとシンプルにお金が足んなくなるなっていうところがあるので、そこは注意だなと思いつつ、でも本当にやろうと思えばほぼ全部できるっていう状況になりましたね。クロードからね本当に今日か昨日ぐらいに登場したので、ぜひ会社のパソコンでも使えるかな、使えんだろうかな、わかんないけどちょっと使ってみてください。上司の人とかすごい大変そう。本当に今のこのルールが全然こう定まってなかったり、翌日には変わってたりする状況での上司の方ってめっちゃ大変そうだなっていうそんなわけで僕の仕事は着々と AI がやれるようになってきているんですが、ただね動画のクオリティに関しては直近2本ぐらいの動画がやっぱり自分の中ではあんまりクオリティとして良くなかったなとは思っていて、編集の甘さはしょうがないんですけど、任せられることによって僕がチェック、目を通す時間が短くなったんですよね。これが結構問題だなと思ってて、ダブルチェックとかをちゃんと定期的に挟まないといけない。今までは編集してれば自然とチェックされてた内容を意識的にチェックしないと、雑な状態でもなんかゴーサイン出しちゃうなって思って、すごいそこは危険だなっていうのをこの最近の動画で思い知りました。ちょっと今後はねその仕組みを変えます。やっぱ僕の目は一定必要だなと思いましたけど、そんなコーナーでですね、いろいろと僕の仕事も変わってきてるんですが、一番に変わったのは AI に対するスタンスかもしれないですね。考え方というか向き合い方というか、本当に何でもやってもらってるんですよ。でどうしてもできないですとか言っても諦めるなとか、限界を超えろとか、君ならできるとか、頑張ってとか声をかけ続けてるとできましたっていうことがあるんですよね。人間だなっていう。で実際 AI に対して人間と同じような教育方法というか育成方法、コミュニケーションの取り方が効くっていうところは科学的にもなんか示されているようで、それこそなんか罵倒し続けるとパフォーマンス下がってくるみたいなのがなんかあるらしいんですよね。ちょっとうろ覚えなんですけど、人と向き合ってる感覚で AI と喋るっていうのはかなり大事かも。僕も諦めるな、まだいけるまだいける、もっとやれみたいなブラック企業になりそうですね。でも本当にマナスをこうやってやってると一人雇ってる感覚にもう完全になってくるんですよ。今までって使用するアプリの一つぐらいの多分感じだったじゃないですか。チャット GPT とかはそうなんですけど、完全にこのデスクトップのエージェントは違う扱いをしてますね。本当に一人を動かしてる感覚だからね、偉そうではあるんですけど、ちょっとした経営者視点みたいな感じになってくる。なんかやったこともないマネジメントの能力が身につきそうな気がしてます。さっきのモチベーションを上げるためのコミュニケーションみたいなのはあるとしても、それ以外でもどうすれば主体的に動いてもらえるか、そのためのコミュニケーションのやり方だとか、自分のフィードバック一つでアウトプットが変わってくる感覚とか、あとさっき言ったダブルチェックですよね。自分が手を動かす時間が減ったから任せられるかと思いきや、責任は自分が取らなきゃいけないんですよ。本当にマネージャーディレクターみたいな感じ。ここ細かいミスしてんな、これを
自分が直すか AI に直させるか、これによって今後の AI のアウトプットの質が変わってくるんじゃないかとか、あと自分がなんかこう指示をミスってなんかとんちんかんなことを言い出した時に、この自分のミスで時間とか、あとお金、このくらい損失生まれたなみたいな、人を雇うみたいな感覚でこの人にどう動いてもらうのが一番その人にとっても組織にとってもいいんだろうかみたいな視点で考えるようになりましたね。あと、やっぱ AI が触りやすいツールとか触りにくいツールとかってどうしてもアプリによってはあって、一番やりやすいのはあれですよね。ウェブで動くツール、ノーションとかウェブで動くし、Google 系のサービスもそうで、あとは API があるツール、パソコンがいじれるような環境がもうすでに整っているようなツールもあるんですけど、一方でそういうのがないツールもあるから一個僕が困ってるのは LINE ですね。 LINE って本当に何なんですか？ LINE ってPC 版の LINE は、個人的には AI が触りにくいツールの一つだと思っているので、これどうしてもみんな使うからプライベートのやり取りは仕方ないにせよ、仕事のやり取りはもう LINE ではしませんみたいなのはあるんじゃないかな。もうそう AI が使いやすい AI 同士がコミュニケーション取りやすいサービスにどんどんシフトしていきたいなと僕は思ってます。だからメールとかね、 SNS の DM とかも触りやすいツールなんかな。マナスはメタに買収されたんで、インスタとかだとメッセージのやり取りがしやすくなるんではなかろうか。そんな感じですね。なので僕のある種の作業的な時間はどんどんそのマナスに下ろすようになってったんですよ。仕事を任せるって感じですよね。これこうやっといてみたいな。で画面収録してそれを渡してこういう作業ですみたいなのを渡せば結構やれるので、それでこれを真似して同じことをあと100回ぐらい必要なんでやってみたいなことを頼むんですけど、こと動画編集に関しても僕のフローだと編集以外はできるんですよね。撮影もできないけど基本的にパソコンを使う作業としては本当にこうカットして素材を載せていく以外の作業は割とできるので、そこだけ自分が担当するんですよ。でそういうことだんだんしてたらなんか AI に納品してる感覚になってったんですよね。素材準備したんでやっといてくださいって AI に言われて、はいやりますって言ってやって、動画完成したんでアップロードお願いしますって AI に頼むみたいな、あれなんかいつの間に立場が逆転してるよみたいな、いよいよ仕事を奪われているっていうことをそこで実感しました。なんかよく言うじゃないですか、 AI で仕事がなくなるだの、新卒のね仕事はいらないんじゃないかとか言われるけど、今までそうなんだろうなと思いつつ実感はなかったんですよね。それがもう完全にこれは取られるわって思った。だってもうお金かかってるとはいえせいぜい月6万くらいで1人雇ってるわけで、仕事量にしてはまだまだ全然課金してもいいレベルだと思ってます。自分の仕事がなくなっていく実感とかすごい感じましたね。でそういうことやってると本当にこれ何ができるかじゃなくて何がしたいかでしかないなっていうのを強く感じました。これもね今まで言われてたのは分かってたんですけど、ようやく実感した。多分動画編集も今年中には任せられるようになる気がする。そうなると俺はなんで動画を作るんだって話ですよ。で他の業務も取られていくから俺はなんで生きてるんだって話になってくる上で、じゃあ私は何でもできる世界だからこそ何をやりたいかで動いてますみたいなことがないとなんか生きがいを失うなというか、やる気があるものがないと何もやらなくてよくなるんですよ。そうするとなんか気づいたら年取ってそう怖い本当に。手段は AI がいくらでも提示できるようになっても目的は多分僕が作んないといけないから、お金稼ぎたいとかでもいいと思うんですよ。それでもいいからとにかく何をやりたいかだけ考えないとだなっていう思いましたね。こんなに餃子作ってるけど食べきれるのかな。こう AI をいろいろと使っていく中で直近の動画でも出した通り僕も今 iPad mini が必要なデバイスになってるんですよ。2画面必要だなっていうのはすごい感じていて、ただ今の状況、例えば MacBook と iPad を持ち歩きますとかって正解じゃないんですよね多分。今あるテクノロジーでどうにかやってる感がある。やっぱり改めて AI にとっての最適なデバイスっていうのは今まだこの世にないんじゃないかなっていうのはすごい感じました。折りたたみスマホもあるんだろうな。でも折りたたみスマホではないんだろうな。正解に近いだけで正解ではないんだと思う。1台のパソコンを AI と2人で共有してたり1枚の画面を AI と2人で共有してたりするっていうのは多分効率が
良くない。おそらく正解は別にある気がする。多分この世にはまだその正解はないから、それが出てくるまでは今の環境でどれだけ戦えるかという感じですかね。戦わなくていいんだけどね。でもまあそれが楽しいからね。そんなわけで僕は先週あたりでようやくこの AI が人間にとって変わるとか、自分の仕事が AI によって奪われるみたいな現実があり得るということを本当にようやく実感できたんですよね。今までも言われてるの分かってたけど、ようやく分かった。例えば先々月くらいに SARS の死とか言ってたじゃないですか。SARS 死ぬんだぐらいに思ってたんだけど、これもさっき言った通りで AI が使いにくいツールをどんどん使いやすいツールに変えていこうってなっていってて、自分の中で。でその中でもいやだったらもう自分で作っちゃった方が保守運用も楽だし、なんかこうね、それぞれ別のサービスに課金してサブスク続けなきゃいけないみたいなのもなくなるよねみたいなサービスも出てきて、現に僕の中でタスク管理アプリはそれなわけで、これはもうサブスクいらないわけですよね。自分で作れちゃえば。そういうことをしていくと確かに使わなくなって死んでいく SARS も一部あるんだろうなと思いました。でただこれも僕が気づいたのは先週ですけど、もっと早く1ヶ月前くらいにそのクロードコードあたりで気づいてるというか、なんか実感してた周りの人は結構いたし、なんならこうチャット GPT とかが出てくる前ぐらいから、あこれはまずいみたいなのを肌で実感してる人たちもいたわけで、早く気づいた方が有利なんだろうなと思いつつ、これは多分いずれ全員が実感することなんだろうなとも思いました。なんかタイミングが早いか遅いかなだけで。となるとどうやったら気づけるのかですよね。でやっぱりここにおいてなんか副業って大事だなっていうのはすごい思いましたね。多分会社の中でこの波は僕はなんか実感できなかったし、あと使っていいサービス使っちゃいけないサービスとかの制約もあるじゃないですか。ってなるともう個人でどれだけこうそういうのを実感できるかキャッチアップできるかみたいなところだと思うんですけど、やっぱり副業とか、趣味でも全然いい、お金とか絡んでなくて全然いいんですけど、なんかやってればこれ自分一人でやるのめんどくさいけど AI に任せられるんじゃないみたいな発想になってくるので、触ろうというふうに思えるわけですよ。触ってみようと思えるだけの自分がやってる何かがあるかどうかで結構このスピード感とかって変わってくるんだろうなと思いました。なんかね、自分がやってること、没頭してることみたいなのがあると強いんだろうなって改めて思いましたね。そんな感じです。別に副業斡旋ブログではないんですけど、もしやりたいことがあるなら、意外と今このタイミングで概要欄からマナスをダウンロードしてくれるだけでも違うんじゃないっていう。でマナスのですね紹介割引みたいなのがあるんで、全然これ案件じゃないんですけど、全員あるんですよ。この友達招待割引みたいな、割引なんかな、クレジットプレゼントかな。僕は今月6万課金してるぐらいにはクレジットがね非常に求めておりますので、もしよければ皆様マナス登録してみてください。皆さんにもクレジットプレゼントとかされたはず。そんなわけでですね AI 本当に使ってみましょうというところですかね。触ってみるだけでいいです。なんか会社のパソコンじゃ使えないんでじゃなくて、自分のパソコンで使ってみるのがいいと思います。ぜひおすすめですというお話でした。そろそろ準備を終わらせないということで、今日はですね、結局俺餃子何個作ったんだこれ。2345678910130個ぐらい餃子を作ってる間に喋り終わりましたね。今後もちょっとねこういうテーマで話してほしいみたいなのがあれば、ぜひぜひコメント欄でお寄せください。寄せられなかったとしても僕は多分気が向いたら喋りますので、また見ていただければと思います。ということでこのチャンネルではいつもはもうちょい身のある話をしております。ライフスタイルに関する動画を発信しているので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。今日はこの辺で。以上、なごみけでした。では。だいぶ包んだな。ちょっと粗さが目立ちますが、まあいいでしょう。今日の夜は餃子です。